カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。さて、今月はユ・ヒヨル先生をテーマに曲をお届けしてまいります。今回歌う내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸、僕が君のそばで少しの間生きていたことをという曲は、ユ・ヒヨル先生の音楽プロジェクトトイの第2週アルバムユ・ヒヨルに収録されております。これね、アルバムタイトルがご自身のお名前なんですよね。これこそユ・ヒヨルの音楽だという感じないのでしょうかねでも実際にそう言ってもいいぐらいですね、このトイの第2週アルバムというのは本当に名盤だと思います。で、私にとってはこの曲がユ・ヒヨル先生の音楽との出会いだったんですが、なぜこの曲を聴いたかというと、単にですね、他の曲に比べてやたらとタイトルが長いことが気になったんですよ。で、当時私はまだハングルもほとんど読めなくて、もう韓国語はね、アンニョンハセヨとサランゲヨしかわからないぐらいのレベルだったんで、当然この曲も題名を見ても意味は全くわからないまんま聴いてたんですけれども、なんかとにかくメロディーが美しくて、またこの曲でボーカルを担当しているキム・ヨヌさんのもう純朴な歌声にも感銘を受けてですね、この一曲で本当一気にトイの世界に引き込まれたんですね。で、しばらくしてからこの曲のタイトルの意味が、僕が君のそばで少しの間生きていたことをね、それを忘れないでくれっていう失恋の曲だっていうことを知って、いや、なんと歌詞の表現も詩的で素晴らしいんだと思ってですね、よりこの曲が好きになりました。本当に韓国のバラードを聴き始めた最初の頃にですね、もう鬼リピしてた思い出の曲ですね。もうだから15年とかそれぐらい聴き続けている曲です。さて、それではですね、今日カバーする曲のボーカルを担当しているキム・ヨヌさんを紹介します。で、キム・ヨヌさんもめちゃくちゃ歌が上手な方なんですよ。もう安定感が抜群で音域も広いし、また発声のバリエーションがめちゃくちゃ多いんですね。で、多分私はキム・ヨヌさんはボーカルオタクだと思ってるんですけど、なんかかなり科学的にもボーカルを分析されている方だと思っております。ではまず基本情報からですね。キム・ヨヌさんは1971年生まれの51歳なんです。なのでユ・ヒヨル先生と同い年だったんですね、このお二人ね。で、デビューは1995年にコンテストで金賞を受賞したことがきっかけだったそうなんですが、キム・ヨヌさんの認知度が一気に広がったのはこの96年のトイの第2週アルバムですね。この中での歌唱でこのアルバムがヒットしたことによってキム・ヨヌさんが知られたという経緯があります。で、このアルバムの中でキム・ヨヌさんは5曲もボーカルを担当してるんですね。なので私はね、トイを聴いてからしばらくの間、トイってキム・ヨヌさんのバンドのことなんだと思ってたんですよね。そうやって勘違いするぐらい、もう初期の頃ってキム・ヨヌさんが歌ってる曲がすごく多いです。で、キム・ヨヌさんは1998年にソロアルバムの第1週をリリースするんですけれども、これがね、97年に通貨危機があったんですよ、韓国は。で、そのおかげでちょっと経済状況がめちゃくちゃになってしまって、全然ね、流通ができなかったっていうことがあったそうなんですね。で、そして1999年のトイの第4週アルバムにまたボーカルとして参加するので、キム・ヨヌさんのボーカルとしてのキャリアの最初っていうのはね、ずっとトイと共にある感じなんですね。で、2004年に発表された第2週アルバム恋人っていうキム・ヨンさんのアルバムがあって、これもね、めちゃくちゃいいアルバムなんですが、これがね、なんか実質ソロデビュー作みたいな感じで結構世の中には認知されてるようですね。で、このアルバムにもユ・ヒヨル先生が作詞だったり作曲だったりプロデュースなりで、もうすごいほぼ全曲関わってるような感じです。で、この恋人っていうアルバムはストーリー性がすごくあるんですね。最初の曲から順に聴いていくと、恋人との別れを経験してまた再会してみたいな、なんか愛の傷と再生を歌ってるような全体的な流れがあって、で、本当になんかアルバムっていうのを制作してた時代
だなっていうのを感じますね。今みたいに一曲一曲デジタルシングルとして出してって、サブスクリプションで音楽が聴けてっていう時代じゃないので、本当にアルバム1枚としてのストーリー性がしっかりあるという、そういうアルバムでございます。で、キム・ヨヌさんの歌唱技術の特徴というのはですね、安定感と豊かな声量、そしてめちゃくちゃ伸びのいい高音ですね。で、あんまり声帯をギューッとプレスして合わせる感じじゃなくて、どちらかというと裏声優位の発声なんですけど、力強さはしっかりあるんです。なので伸びのいいミックスボイスっていう感じで、聞いていて本当に気持ちがいいですね。で、高音でも響きが豊かでキンキンしないんです。そしてリズム、音程、これもうバチバチに合わせてきます。もうライブ音源が CD 音源を超える歌手ですね。韓国の方本当それぐらい実力のある方が多いですよ。で、キム・ヨヌさんといえば代表曲はやはりバラードが多くて、高音が得意な正統派バラード歌手っていうイメージだったんですよね、私の中でも。でもこのイメージをいい意味で壊してくれたのが覆面歌王への出演だったんですね。で、キム・ヨヌさんは覆面歌王で歌王を確かね8回だったかなんか防衛してるんですよ。もうすごい何回も防衛し続けてるんですね。で、毎回のステージで本当にいろんなスタイルの歌唱を見せてくれました。で、もちろんバラードがすごい得意なんですけど、バラードだけじゃなくてロックも歌えるし、あとオペラっぽいような歌唱、それからもう最後民謡まで歌ってらっしゃったんですよね。で、全部の歌のスタイルを完璧にこなしていました。で、ロックの時は、あえて声帯をギュッと強く合わせてガラガラ声でノイズを入れて発声してみたり、オペラではね、低音の豊かさっていうのを聞かせてくれたんですね。なんかキム・ヨヌさんといえば伸びのいい高音っていうイメージだったんですけれども、低音も非常に豊かに安定感を持って操れると。で、あと民謡ではハイラリンクスって言うんですけど、ちょっと高等の位置を上げて、もうあえてちょっとキーンとするような響きで歌ってみたりとか、とにかくあらゆる歌唱技術を自由自在に安定感を持って操れると。呼吸、音圧、声帯の閉鎖、高等の高さとかですね、いろいろボーカルに関わる技術っていうのはあるんですけど、これらを全て繊細にコントロールできる、もう最高峰レベルの歌唱技術をお持ちでございます。で、この歌唱技術の高さゆえ、安定感が半端ないから逆に歌が淡白だっていう風に酷評というかですね、称されることもあったようなんですが、感情を出しすぎない叙情的な歌い方っていうかですね、叙述的な歌い方っていうんですかね。歌詞がスーッと入ってくる感じがあって、私はとっても好きな歌手の一人でございます。で、今日歌う歌の内容も別れた彼女の幸せを願うという内容で、とても歌詞が純朴で美しいので、本当にキム・ヨヌさんの歌声にぴったりな一曲でございます。ではですね、続いて曲の歌詞紹介に入っていきますね。まず A メロの部分、지운 줄알았어 너의 기억들을、 消したと思ってた君の記憶を、친구들 함께 모여 술에 취한 밤、 友達と集まって酒に酔った夜、네 생각에 난 힘들거네、君を思って辛い気持ちになったりしたよというね、失恋の記憶を回想している感じから始まります。そしてこの B メロからね、曲名を彷彿とさせるようなフレーズが出てきます。그것만 기억해 줄 수 있겠니？ これだけは覚えていてくれるかな？ 내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸、僕が君のそばで少しの間生きていたことを。これがね、タイトルと同じ言葉ですよね。という歌詞なんですね。もう別れた彼女を今も心配していて、で、他の人のところに行ってしまうのももう仕方ないと。だけど、それでも二人で過ごした時間を覚えていてほしいですっていうね、願いを歌っている曲ではあります。では曲を聴いてください。トイの僕が君のそばで少しの間生きていたことをという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。ザ正統派バラードという感じの曲ですよね。
本当に韓国の歌謡曲の美しさが歌詞にもメロディーにも詰まっている大好きな一曲でございます。今回はねピアノ一本でシンプルに作りました。でキム・ヨヌさんが歌っている原曲は最後の転調の前にですねワンフレーズ間奏があるんですけれども、私はこうサビを歌った勢いのまんま転調に行きたかったので、もうちょっとスッとねこの間奏なしで転調するようにちょっと編曲してみました。今日同じ時間に YouTube に歌ってみた動画が上がります。で今回からはですね見えるラジオは明日にアップするようにしますね。で来週は月曜日トーク会はちょっとお休みにしたいと思います。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。これちょうどいいっすね。